駅ツーリングめちゃくちゃ楽しいです。ただ行く前に知っておいていただいた方がいいかもしれないことがあるので、今日はそれも含めてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは、村島アンナです。今日も動画を見に来てくださってありがとうございます。今日は駅ツーリング、駅ドライブについておすすめのスポットをご紹介していきたいと思います。ただこの動画を見てくださった皆さんには駅を好きになってほしいなと思うので、まず駅の基本情報と私が個人的に良かったなと思うベスト3のポイント、そして正直にこの駅に行く前に知っておきたかったなっていう情報とかポイントもお話ししてみたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていっていただけたら嬉しいです。私は今福岡12年目なんですが、駅には10回以上は行ったことがあります。なので駅について知ってるかなとも思いますし、住んでいないからこそ気がつけてる部分もあるのかなとも思います。そして地元の方からもいろいろ教えていただいていいなと思う場所とかもあったので、その良さとかもお伝えできるような動画にしていけたら嬉しいなと思います。はい、なので私はもうこのベースとして駅が好きなので、この動画を見て駅に興味を持ってくださったり楽しいなと思っていただけたら嬉しいなと思います。それではまずは基本情報からお話ししていきたいと思います。はい、では早速ですが駅の基本情報をお話ししていきます。まず駅はですね、長崎県壱岐市にあります。長崎県の島ですね。壱岐市が壱岐の島で全域が壱岐市になってるんですが、4つの町から構成されている市になっていて、それぞれすごくいい観光スポットがあったりします。そして、私は福岡に住んでいるので、福岡からアクセスする場合は、もしくは皆さんが東京とかからアクセスする場合は、まずは福岡まで来ていただいて福岡から博多港が結構近いんですよね。博多港からフェリーに乗っていただいて壱岐に行くっていうイメージかなと思います。そしてフェリーはですね、だいたい片道だと2時間10分から20分ぐらいで到着していて、あとはもっと速いジェットホイールっていうすごい速い船があるんですけど、その船だと1時間10分なので70分で博多港から壱岐まで到着します。なので結構その1時間ぐらいで到着できるなんかプチリゾートみたいなイメージでも行っていただけるのかなと思うので、結構おすすめな場所です。はい、そして九州郵船のホームページに航路図があったのでご紹介しようと思うんですが、航路図を見ていただくと分かる通り、フェリーとジェットホイールは博多港から出ていて、そして壱岐行きのフェリーは実は佐賀県の唐津港からも出ています。なので福岡から佐賀までツーリングとかドライブをして、そこから唐津から壱岐に行くっていうのも面白いかなとは思います。そしてフェリーの料金はその都度変更になることがあるので、ホームページで確認していただきたいなと思うんですが、現在の2025年の4月からの料金が出ていたんですが、こちらが、フェリーの一番安い2等席で片道3410円、ジェットホイールだと6930円になっています。そして車とかバイクとかを持っていかれる場合はジェットホイールには乗せられないので、フェリーで行っていただく必要があります。なのでその点だけ注意していただければと思います。そして車もですね、ちょっと別料金、車とかバイクも別料金にはなるんですが、自分の愛車で走りたいなって思われる方も多いのかなと思いますし、私もちょっと頑張って持って行ったりもしたので、ぜひ行ってみていただけたらとは思っています。そして駅の基本情報なんですが、駅は本当に一周が短くて、駅を一周するのにだいたい60キロぐらいで一周できてしまうっていうところがあるので、
日帰りでも朝行って一周楽しんで夕方とか夜に帰るっていうこともできるかなと思うので、そこも魅力だなと思います。なので結構欲張っていろんなところのスポットを組み込んでも楽しめるのかなと思うので、結構日帰りでも楽しめるっていうところで立ち寄ってみていただくのもおすすめかなとは思っています。次は私がおすすめしたい壱岐のポイントベスト3をご紹介したいと思います。いや、もう3つには求めきれないので、また次も動画を出したいなと思うんですが、今ここはぜひって思う場所を3つお話ししてみようと思います。まずですね、私が壱岐でおすすめのスポットベスト3、1つ目がですね、小島神社かなと思います。はい、これは壱岐のモン・サン・ミシェルとも言われていて、結構観光地としても有名なのかなと思うんですが、やっぱりすごい迫力がある場所ですね。鳥居があるところまで参道があるんですが、海の中に参道があって、潮の満ち引きでその参道が現れたりなくなったりっていう感じなので、その潮に合わせて観光に見に行かないと実際にその参道を渡れないような場所になっていて、なんかそれも特別感がありますし、やっぱり壱岐に行ったらぜひ最初に見に行っていただきたいなって思う場所ではあります。はい、壱岐はですね、神社がとても多くて、全部で150社以上あるっていうことなので、もういろんな神社があるんですが、神社巡りもすごく楽しいなと思いますし、結構私神社好きでパワーをいただけるような感じがするので、いろいろと回ってみるのも面白いなと思ってます。はい、そして私が壱岐でおすすめしたいスポットベスト2がですね、悩むんですけど黒吉浜です。はい、浜ですね。海岸がとにかく綺麗で、もうどの海岸に行っても壱岐って海が綺麗なんですが、中でもやっぱりバイクとか車で通れる道沿いに海が広がる場所として黒吉浜は私は結構好きですね。黒吉浜が海の横を走る道と、海の上から海を見渡せるような道があったりして、いろんな道でその浜と出会えるっていうのもいいなと思っていて、あとは結構悩んだのが筒木浜っていう浜もすごく綺麗で、そこも素敵なんですが、ちょっと車とかを止めて見に行くっていうイメージなので、ツーリングとかドライブをしながらでも楽しめるっていうところで、結構黒吉浜はまず行ってみていただきたいなと思う場所です。はい、浜と浜もはしごしていただけるので、もう好きな感じで回っていただければと思うので、両方ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、そして私がおすすめしたいスポットベスト1がですね、竹の辻かなと思います。竹の辻展望台、壱岐の最高峰にある竹の辻という場所にある展望台だったり、その周りの場所がすごくいいなと思っています。やっぱり壱岐で一番高いところにあるので、壱岐の全域を見渡せるんですよね。私もそこで撮った写真がすごくお気に入りで、すごい眺めるために思い出せて嬉しいんですけど、まず駐車場があって、無料の駐車場があって、そこに止めてハイキングコースみたいなところを少し登っていくんですが、そこに展望台があって、木々の緑と海と空の青とっていうすごい絶景が眺められて素晴らしいなと思います。そして実はその展望台の近くに龍光狼様という神社もあって、そこもなんかパワーをもらえる感じがして素敵だなと思いますし、そうですね、もうベスト3以外にも本当にいろいろあって、ただやっぱり初めて壱岐に来られる場合は絶対に
チェックしていただきたいなと思うのがその3箇所ですかね。壱岐のもっとディープな場所というか、ベスト3だと本当に語り尽くせないので、またそれぞれの観光スポットに行った感想とかの動画も出そうかなと思うんですが、ひとまずこの3つは押さえておいてもらうといいかなと思います。やっぱり壱岐はですね、特に行き先を決めないで走っていても突然絶景が現れたりして、すごい綺麗な海と綺麗な緑と空みたいな感じで広がるので、結構行き先決めないでうろうろするっていうのもおすすめかなとは思いました。はい、はい、では次にですね、壱岐の正直なレビューをお話ししていきたいと思うんですが、壱岐に行く前にこれは知っておいた方が良かったなって思うポイントをお話ししていきたいと思います。せっかく壱岐を楽しんでいただくのであれば、知っておいていただくことで対策ができることもあると思うので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。全部で3つお話ししていきたいと思います。まずですね、1つ目はホテルが埋まりやすいかなと思います。連休だったり夏休みだったりっていうシーズンは宿が本当に埋まりやすくてですね、もうそもそも宿が取れなかったりとか、あとはすごい額になってしまう、すごい金額になってしまうということもあったりするので、壱岐に行くと決めたら早めに宿の予約をするのがおすすめかなと思います。あとは車をフェリーに乗せて壱岐に行きたいというふうに考えている場合は、そのフェリーにも予約が必要になるので、車の予約が必要になるので、早めの予約をしておかないと、もしかしたらその車の枠が埋まってしまう可能性もあるので、同じく早めに予約をしておいた方がいいかなと思います。あとバイクはですね、予約ができなかったと思うので、行ってみていただいてって感じにはなるんですが、ただバイクが完全に乗れないっていうことは起きないとは思うので、この辺もその時のケースバイケースなのかなと思うんですが、確実なのは問い合わせていただくのが確実かなとは思います。はい、そして2つ目がですね、壱岐の道はアップダウンが結構あって狭い道も多いです。なので結構走り慣れない道、一見走りやすそうでスピードが出てしまいがちな道があるんですが、そこはぐっと抑えて走っていただくっていうのをお願いしたいなと思います。しかも駅はですね、信号があまりなくて一時停止がとても多いんですよね。なのでその一時停止をしっかり守らないと本当に危険なので、一時停止をしっかり守るっていうことは大事かなと思います。なので結構見通しが悪い場所とかもあって、私は本当に最初に走った時に結構危険だなというか危ないなと思った場所もあったので、気をつけて走っていただきたいなと思います。結構楽しくてついスピードが上がってしまいそうな道が多いんですよね。ただでも危ないのでですね、そこは気をつけていただきたいなと思います。そして壱岐で事前に知っておいていただきたい、注意していただきたいポイント3つ目がですね、飲食店の営業時間かなと思います。壱岐ご飯めちゃくちゃ美味しいんですよね。海鮮も美味しいですし、壱岐牛もめちゃくちゃ美味しいんですけど、ただ営業時間をしっかり調べておかないと行けなかったり、そもそも予約でいっぱいになってしまったりして、行きたかったところに行けない可能性もあるので、もし行きたい場所が決まっていたら事前に予約をしておいたり、しっかり電話で問い合わせておくっていうのは大事かなと思います。はい、私も最初の頃に行きたいなと思ったお店がもう閉まってしまっていて、もう結局見つけられなくて、他にお店が見つけられなくて、芦部にあるイオンイオンがあるんですけど、そのイオンの中にモスバーガーがあってモスバーガーでご飯を食べたっていうこともありました。なのでもちろんそれも楽しい旅の思い出にはなるんですが、せっかく池に行ったからご飯食べたいなって
思っている方多いと思うので、そこは注意していただきたいなと思います。なので事前の電話とかで確認したり予約をしたりっていうのはおすすめかなと思います。皆さん、息についての動画はいかがでしたでしょうか？息行きたいなって思っていただけてたら嬉しいです。またですね、詳しい息の情報とかの動画も上げたいなと思ってるので、また見に来ていただけたら嬉しいです。そして他にもツーリングのお話だったり、ライフスタイルとかフリーランスについてのお話もしていきたいと思いますので、またぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。ぜひこの動画が楽しいなと思っていただけましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日も明日もご安全にいってらっしゃい。今日も動画を見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひ次の動画でお会いしましょう。